はい、皆さんこんにちは。こんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。今回の動画では人物の目の描き方を徹底解説します。目ですか。よしアートチャンネルその10、11、14では人物の顔を全体のプロポーションでどう撮るかということを解説してきました。もちろん V 字ラインを使って目尻、目頭の位置関係なども説明してきましたが、今回はその目の部分に注目して目をどのように描くかということを詳しく解説します。目だけに注目ですか。特に今回の動画ではよしアートチャンネルその15でも説明しました思い込み、描写バイアスが目にどのように関係してくるかということも解説しますので、どうか最後までじっくりとご視聴ください。というわけで、このよしアートチャンネル、楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために画材の使い方、絵の描き方などさまざまなアートな情報をお届けしています。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それから高評価、コメントなどをいただけるととても嬉しいです。チャンネル登録よろしくね。この目を描きます。人は初対面の場合、相手の目を一番最初に見るが 80% 以上という調査結果があります。おそらく人物画でも同じかもしれません。目は重要ですね。よしアートチャンネルその10ではこのような構造線を描きつつ顔のプロポーションを正確に捉えました。これだけ見るとちょっとごちゃごちゃして分かりづらいんですけれども、順番に描いていけば大丈夫です。鼻の付け根の下側から目尻へとつながる V 字ライン、そして目頭への角度というふうに目の位置を捉えてきました。そうだったね。今回は目だけを描くので、目尻から目頭への角度を捉えるというところから始めます。 V 字ラインから目尻の位置が決まりました。目尻から目頭へ向けて線を描きます。この場合その線の角度、長さに注意しましょう。この線の2分の1の箇所にピンクの点を打ちました。黒目の位置を決めるのに役立ちそうです。まずは目尻から目頭を結ぶ線の角度を求めます。ここで最初の描写バイアスについて説明します。描写バイアス、アーモンドのようなまぶた、満月のような黒目。目頭には涙球があります。オレンジ色の部分だね。目尻は下まぶたに上まぶたが重なります。確かに。目頭と目尻の形の特徴を捉えずにアーモンドのような単調なまぶたの形を描かないようにしましょう。次に黒目についてですが、通常黒目は一部がまぶたに隠れます。黒目の丸い形をしっかり描こうとするあまり、全く隠れていない状態の黒目を描いてしまうと、ちょっと不自然というか、なんか怖い感じがしますね。睨んでる？意図的にこういう表情を作る場合もありますけど、満月の一部が欠ける場合が多いです。
描写バイアスに気をつけながら形を描きます。描写バイアス。瞳孔は瞳孔。うわ、瞳孔は黒目の中心で形は円です。位置がずれたり楕円にならないようにしましょう。今回の写真は正面でまっすぐこちらを見ていますが、視線が向いた先に瞳孔をずらして描いてしまいがちです。描写バイアス。眼球とまぶたは平面？これ眼球です。文字通り球体です。まぶたの形です。まぶたは眼球により膨らんでいます。光源の位置は正面に近い左上です。5回調のグレースケールにしてみると、まぶたの一番膨らんでいる部分が明るいですね。逆にまぶたの奥まった部分は暗くなっていますね。眼球の丸さに伴うまぶたの膨らみを明暗で表現しましょう。ついつい平面的に描いてしまう描写バイアスに気をつけましょう。眼球は球体、まぶたはその上にかぶさっているので、その膨らみを表現するための明暗変化を描きます。この角度だとまぶたの膨らみが分かりやすいですね。眼球もこの通り丸いです。描写バイアス。白黒はっきりさせろ。黒目って言いますけど、いわゆる虹彩ですね。人によっては茶色だったり青だったりしますが、描写バイアスとして問題なのは白目の方です。白目は肌より明るいのですが、光の状況によってはこの写真のように白目より下まぶたの肌の部分の方が明るく見えることもあります。必ず肌より白目の方が明るいという描写バイアスに気をつけましょう。それから眼球全体に落ちる上まぶたの影を描くことも忘れないでください。白目の方を暗くしました。今回に限って言えば白目の方が暗いということです。すべてがそういうわけではないことに注意してください。目頭の涙球を描きます。眼球は絶えず涙で濡れているので、その光沢も描きます。
ホワイトブースターを使います。下まぶたのツヤを描きます。鉛筆で形を整えます。というわけで、目を描く際にありがちな描写バイアスを説明しました。この描写バイアスに気をつけ。描写バイアスに気をつけるのはわかるけどさ、あれはダメとかこれはダメとか、そんなんばっかじゃん。そうじゃなくて、こう描いたら絵がもっと良くなるっていう話ないの？それにアーモンドや満月に失礼でしょ、こんなの。月に代わってお仕置きするよ。確かにそうだね。じゃあこれを描いたら絵が良くなるって感じで話をしよう。それそれ。目を描くんだったらこれ大事。目頭の類球と目尻のまぶたの重なりを描こう。このイラストを参考にしてください。黒目の一部分がまぶたに隠れていないかを確認しよう。こんな感じで隠れたりします。瞳孔は正円で黒目の中心に描こう。ピンクの丸が瞳孔です。眼球の丸さとそれに伴うまぶたの膨らみを描こう。眼球に落ちる上まぶたの影も描こう。黄色い部分は明るく膨らんでいる箇所です。紫色の部分は暗く奥まっている箇所です。白目と肌、どちらが明るく見えるのかは光の状況で変わることがある。この写真では白目より下まぶたの肌の方が明るいです。以上です。人物画を描くときの参考にしてください。はい、いかがでしたでしょうか。目は普段見慣れていますからね、どうしても描写バイアスが入り込みやすいです。間違った形の記憶、あるいは思い込み、そのことによりデッサンの形が狂ったり不自然になってしまってはね、元も子もないですからね。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。では次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。バイバイ。